皆さん、今日はお忙しいところお集まりいただいてありがとうございます。この昨年からこの文化会館の一つのセクションとしてアートデザイン部門というのができました。でそこにおいて、新しいプログラムを作るということで私長谷川がプログラムの一応アドバイザーとして入っております。で今回はそのプログラムの第1回目ということでクロストークということを始めたいと思って皆さんにお集まりいただきました。でタイトルがそのカルチャラルロビーとしております。ロビーっていうのはいろんな意味があるんですけれども、皆さんが何の気なしに集まって何かここにいるといろんな人がいらっしゃるなっていうところで、じゃあトピックどんなトピックがあるんだろうってところで本当にこうお話のソースを与えてくださる方がきっかけがあって、そこが中心になって皆さんのお話が始まっていくためのロビーというふうに考えています。初回のテーマが今お二人をお迎えしておりまして、非常にお二人とも有名な方なのでご存知だと思いますけれども、真ん中にお座りになっているのが山際十一先生で、山際先生は霊長類学者で京都にございます総合地球研究学研究所所長でいらっしゃいます。で京都大学の総長としても大変華々しい活躍をされた方で、本当にその経済界いろんな政治界の議論あるいはその講演に引っ張りだこになっていらっしゃいます。だから先生ご自身はなんで経済界の方が僕の話を聞きたいのかって非常に疑問に思ってらっしゃるところもあるんですが、とにかく引っ張りだこになってらっしゃる。それはやっぱり人間の起源、霊長類の起源を調べることによって、人間とじゃあ霊長類はなぜ分かれたのか、じゃあ人間の本質は何なのかについて語ってらっしゃる方だと思います。で先生が最近お書きになった本の中にやっぱりこの2冊ございますけれども、皆さんぜひ「共感革命」という本があります。で共感というのはもちろんその人間がもともと持っていたお互いを思いやる気持ちで共にコミュニティを作るっていうことでもあるんですけれども、それとそれは言葉によって共感生まれていく。でもその言葉がやはり戦争とか分断も生んでいくという、2つの非常にクリティカルなポイントで書いてらっしゃいます。で私は別にこの書店の手先ではないんですが、これで素晴らしい本なのでご紹介したい。でもう一つはやっぱりホモ・サピエンスは進化を間違えたかというちょっとこういう課題で書いてらして、そういう意味ではその森の声ゴリラの目ということで視点を人間ではなくてゴリラからということでこう書かれた2つの本があります。この本の中でやっぱり先ほど言葉が共感も生んだし2つのコレクティブインテリジェンス、共同値も生んできたけれども、その前の人たち言葉が生まれる前はどんなふうなコミュニケーションをしていたんだろうという先生のお考えがあって、でそこにおいてはその踊りダンスということが非常に重要な一つのでリリック歌詞のない、一つのボイスパフォーマンスのようなものもそれにまつわっていたんではないかということを、お書きになってらして、私はそれは非常に興味深い点だと思って、今その言葉で何でも解決しようとするのではなくて、その以前のものがどんなことのコミュニケーションのやり方があったのかということを今日お話しいただく。で後ろに今画像がこれ映ってますかね。私が今ちょっといろいろ研究していて今度秋にお見せしようとしているアマゾネスのアーティストの作品なんですけど、彼らは実際に今でもこういう形で踊りという形でコミュニケーションをとっている部分が多々あり、踊りはどこにでもあると思います。でジョセカというアマゾネスの本当に私がマスターだと思っている方の作品です。でもう一人森山未來さん、皆さん本当にオリンピックの閉会式の素晴らしい踊りは今でも目に焼き付いてらっしゃると思います。あれは鎮魂の踊りで、地面を叩くことによって森山さんはポスト舞踏派と言われてるんですけれども、やっぱりその舞踏というバレエの直立した美しい踊りではなくて、ある意味で本当に地面から本当にその重力を生かしながら自分の身体を地面のエネルギーとつなげるような日本独特の踊りですね、舞踏で。その踊りをご自分のダンスの中に取り入れてらっしゃる。だからそのコミュニケーションというものが、例えばその俳優さんでもあるし、本当にその前衛的なダンサーでもあるし、ミュージカルもなさるわけですよね。だからそういうその広域にいろんな身体とか自分の体、声
をセリフをお使いになる方がその踊りを通じてでは伝えられる部分は何なのかというところでアーティストの実体験からお話しいただきたいと思っています。ちょっと前置きはとっても長くなったんですがこの後もずっとお二人のお話になりますのでクロストークをお楽しみいただければと思います。ではまず山際さんからお願いいたします。これまで40年余りアフリカに通ってゴリラの調査をしてきました。でゴリラの群れの中に入って調査をしていたんで自分もゴリラになるってことを心がけてたからゴリラの身になって日本じゃないな人間社会を眺めてみるとえらいおかしくないことが起こってるぞとあるいは人間の本質が分かるぞっていう気になったんですね。ちょっと映像を流してください。これ今ねピルエットっていうぐるぐる回りこれね小さい頃からゴリラをやるんです。こういうふうにぐるぐる回るんですよ。だからね四つ足だからうまく回れない、ね、ほら回るでしょ。回るのがねすごく楽しくてしょうがないんですよ。回る楽しみとして回っている。そう遊びですからね。で回る方法を考えたゴリラがねそれは木に登ってぶら下がることなんですよ。ぶら下がると宙に浮くからいくらでも回れるわけだ。回るのが好きでね僕はねダンスの基本ってこっから始まってんじゃないかと思うんですよ。二足で立って回転できるじゃないですか。で回転しながらこう自分でこれねロジェ・カイヨワというねフランスの哲学者が遊びの研究で有名なんだけどその中にねアゴンとかアレアとかねミミクリとかあとイリンクスというねめまいというのが遊びの大きな特徴であるって言ったんです。でこのめまいというのがねダンスの一つの興奮の表れそれには回らなくちゃいけない人を回らせなくちゃいけないっていうねそこになんか基本があるような気がしてこれを共有したことが人間がこう他者とこれまでとは違う関わり方をし始めたきっかけなんじゃないかと思ってるんです。はい。ピルエットはバレエでもありますしトルコの回転舞踊って皆さん白いスカート履いてずっと踊るっていう、あれはもう本当にそこである意味でメディテーション酩酊状態になって神とつながっていくっていうふうになるわけなんですけれども、日本だと盆踊りなんかもそうですね。盆踊り人間自体が回らないですけどずっともう終わりのない円環をずっと描いていくっていう、それはどうしてもトランスになりたいなんかやっぱシチュエーションっていうのがあるんだと思うんですよね。哺乳類っていうのは基本的に四つ足だから地面についてるわけですね。しかもね哺乳類って嗅覚が鋭いでしょ。鼻がいつも濡れてる。それはね地面がキャンバスで、ね、キャンバスの匂いを嗅ぎながらいろんな他の動物や自分の仲間たちの行動を検索してるんですね。だけど二足で立って歩き始めちゃったらその地面の匂いが伝わってこないんですよ。だから視覚優位になるんです。で上の方に注意がいくわけですよ。で立って歩くから視点がね上の方に上がって上半身と下半身の動きを別々にできる、それがね踊れる能力をつけた理由なんですよ。だから直立二足歩行って実は食べ物を運んで安全な場所に隠れてる仲間にそれを供給してみんなで一緒に食べることによって危険なサバンナで生き延びたと言われてるわけだけど僕はねそれプラス踊る能力を手に入れてたんじゃないかと。それをぜひね未来さんに聞いてみたい。いやそうですかありがとうございます。僕はその山際さんのように歯切れの良い自己紹介ができるかどうかちょっとわからないですが、キャリアはもともとダンスからでそこから演劇だったりお芝居も始めるようになって今はその身体性と言葉っていうものの関係値を僕なりにいろいろ考えながらパフォーマンスを自分でも企画したり、自分でもパフォーマンスしたりしているんですけれども、これは長谷川優子さんにも見に来ていただいたものではあるんですが、清水寺の、本当境内あるいはもう舞台全部を使って、パフォーマンスをちょっとやったんですけれども踊りを作るって、いろんな方法があるんですが、いわゆる形を作って振りを立ち上げていくっていうそういう方法もあるんですが、僕はこの時は清水寺だけではなく京都の山だったりだとかやっぱりその何ていうんですかね、もう本当に古代の時代から重要とされている水だったり山だったりそのポイントをいろいろ巡ってその
歴史的な部分からも採取するし、自分のこう直感的な部分からも採取したいっていうので、実際フィールドワークで全部回って、でその中で立ち上がってきた即興的な身体、あるいはそこで自分の中でこうなんていうか出てきた言葉みたいなものをどんどん保存していって、それらを清水寺の境内の中にリマップして、でお客さんにはそこをいろいろ巡ってもらいながら、ツアーをしてもらいながらパフォーマンスを見てもらうというような、そういうようなことをやりました。なのでそうですね、体を立ち上げるという意味でも、その言葉だったりだとか歴史とか、そのいろんな情報を自分の中に落とし込みながら、とはいえノンバーバルなコミュニケーションではあるので、すごく直感的な部分っていうものを大事にしながら、なんかそういうバランス、うまくはちょっと説明できない部分でもあるんですけど、そういうふうにしてものを作っている側面はあると思います。で、山際さんとは初めましてではなくてですね、2年ほど前に、これも僕が企画者として絡んでるんですけど、フォーミュラという作品、パフォーマンス作品を制作させてもらいまして、イスラエルの振付家のエラ・ホチルドと、皆さんもご存知かもしれませんが、認知学者の中野信子さん、その3人での共同クリエーションとして、この作品が生まれました。でやっぱ認知学というところが結構大きく採用してるんですけども、死生観であるだとか、人と人とがどうつながるのかというような、本当にすごく根本的な部分をテーマにして作品を作っていったんですが、そのリサーチの段階でせっかく信子さんもいるし、なんかいろんな人とこう会話しながらリサーチができたらいいよねということで、最初のクリエーション神戸でやってたんですけれども、中野さんがその山際さんにお声掛けをしていただいて、それでわざわざ神戸まで来ていただいて、でクリエーションを見てもらいながら、いろんなお話を聞かせてもらったんですけど、その時のやっぱりこう、まさに先ほどもおっしゃられた踊りの起源みたいな話ではないですが、本当にさまざまな言葉が今もずっと残っていて、作品を作る時の結構最初にきっかけになったりすることが多いなと思います。でこのこの時の作品で山際さんの言葉と一番強く響き合った部分は、それこそ「共感革命」という本を出されていらっしゃいますけど、そのホモ・サピエンスが持ちうるその共感の能力の段階があるっていうことをおっしゃってたじゃないですか。シンパシー、エンパシー、そしてコンパッションっていう、コンパッションというものを持ちうるのはホモ・サピエンスだけなんだというようなお話をされていて、でもコンパッションもエンパシーもシンパシーも日本語で言うとなんとなく共感にしかならないんですよね。でじゃあコンパッションってなんだろうみたいなことを、僕らは僕らでコレオグラファーだったり、信子さんといろいろ話し合ったりして、そんなことから作品が立ち上がっていったりもしたんですが、あとはその踊りということの起源、いろんな諸説あるんですが、印象的に覚えてるのは真似であるっていうのもすごく僕は印象的で、誰かの真似をすることによって自分はあなたにとって害のない存在ですよということをアピールする、そういう真似からコミュニケーションであり踊りというものが立ち上がってきた、そういうような説も聞かせていただいて、もうなんかね、クリエーションに使えそうなもうネタばっかりもらったって感じで本当に素晴らしかったんですが、学者さんってもちろんいろんなことを考えていろんなことを研究されてる、もちろん健全に生きてらっしゃる皆さんですけれども、やっぱどっかでアカデミックな、皆さんですから、どっか地にどしっとついてる印象のある人が別に少ないなというのは単純にあるんですけど、山際さんを見た時にこんなになんていうの、本当に全然関係ないですけど、その総長っていう言葉が似合うんじゃないですけど生き物として本当に強いなっていうのは僕印象には残りましたけどね。はい、これは余談ですけれどもリビングビーイングとして強いっていう感じですね。はい。いやそれはね、言葉を喋らないゴリラと付き合うためには、言葉でいろんな言い訳をするわけにはいかないので、身体その瞬間瞬間が全てなんですよね。身体化っていうのはゴリラに教えられたかもしれないね。いやまさにそういうことなんだろうなと思います。それからコンパッションって話をしたけど、コンパッションって根なんですね。その熱情をみんなで分かち合う。でこれはできないんですよ。チンパンジーにもゴリラにも。どうしてかっていうと、その
彼らは指差しがわからない。要するに同じものを見てるっていうね気持ちになれないわけですよ。見てるものみんな違うんだから。でも人間の子供って半年ですよ。1歳にならないうちから指差しするでしょ。でその指差しをした方向だけじゃなくて誰かが指さした方向に何があるか何がそこで起こってるかも理解しようとするんですよ。これがコンパッションの原型でね、でそれは身体だけではなくて心まで一緒にこうつながろうっていう気持ちの表れだと思うんだよね。それを強化してくれたのは他人の身体を自分の身体と同じようにする、同じものにするっていうね、まさに踊りの精神なんですよ。未来さんは一人で踊って表現をするわけだけど、そういうこともあるんだけどね、だけど踊りは一つの会話だと思うんだよね。言葉を使う前に人間は踊りによってさまざまな会話をした。その時にね、踊りの一番の本質は比喩だと思うんです。比喩、メタファー、コピーですよね。コピー、はい。で僕はゴリラと付き合うのと同じように一緒にピグミーと呼ばれるね狩猟採集民の人たちと仕事をしたんだけど、彼らは文字をほとんど持ってない人たちなんですよね。でも言葉はよくしゃべる。でも踊りの時に言葉しゃべりません。踊る時には例えば象の真似をしたりね、身体で自分が出会った心理の出来事を伝えるわけです、踊りの中でね。でそれがすごい能力だと思いました。だから多分言葉を、ね、我々がしゃべる前に身体でさまざまな出来事を伝達し合ってた時代があるんじゃないか。その時に実は音楽的なその踊りを発展させながら我々は共感というものも向上させていったんじゃないかと思うんですよね。でいまだに僕らは音楽のパフォーマンスや歌の方が政治家がなんぼええこと言って演説するよりもたくさん人を集められるじゃないですか。荘厳な音楽を聴いたりすごく楽しい音楽を聴いたりワクワクするようなそのパフォーマンスを見たりっていう時の方がみんなで感動を一緒にできるじゃないですか。スポーツなんかその典型だよね。だからやっぱりパフォーマンスっていうのはそういう力があると思うね。もともとそうやって音楽性だったりだとか、身体性というものでこう共感をできる、そういう能力を持っていったにもかかわらず、じゃあ逆にどうして言葉を持つ必要があったんでしょうね。言葉は実はデジタルなんですよ。そうですよね。それもね結構インパクト、意味で世界を切り取るわけだ。空と海って別に連続してたって構わないわけでしょ、風景として。だけどあれが空でこれが海だっていう言葉で表現しちゃったら、それは地平線っていうか水平線がきれいに見えるわけだよね。で我々の目っていうのは言葉によって錯覚を覚えるようになった。つまり境界を作ったんですよ、言葉っていうのはね。でもそのことによっていろんなものを分類できるようになった。分類って何のためにやったかっていうと、それをまた都合のいいように組み合わせるためなんですよね。言葉ってそういう機能で出てきたんじゃないかと。でも音楽っていうのは流れですから意味じゃないんですよ。だから音楽と言葉って音と音との組み合わせでできてるけど、音楽は訳す必要ないじゃないですか。だから言葉っていうのは意味を表すから訳す必要が出てくるわけだよね。でもそれは切り取ったからなんであって、音楽パフォーマンスもアナログなんですよ。身体を使う芸術っていうのは必ずアナログであって、でも一方でね、これは長谷川さんにも聞きたいんだけど、音楽ではないパフォーマンスではないものはデジタルな芸術ですよね。だって彫刻とかさ絵っていうのはあるものを時間を停止させて切り取っちゃったものじゃないですか。でこの違いは僕は大きいと思うんだけど、どう思う？デジタルってさっき
先生がおっしゃってた、意味で世界を切り取っていくっていうことで、それをいわゆる組み合わせを自由にできるっていうことで、いろんなコミュニケーションとかコンテンツを展開していくという意味ではすごくデジタルっぽいってことが言えると思うんですけれども、でも絵画って例えばもちろんいろんなものが書かれていていろんな読み込みはできるんですけれども、それをどういうふうにして私たちが全体として理解するのかっていうことはやっぱり総合的な直感によるものだと思うんですよね。だからやっぱりその止まってるからといってじゃあそれがデジタルかっていうとそれはまたちょっと違うと思います。うん、僕はね絵画っていうのは最初の絵画ってアルタミラとかラスコの壁画みたいに線で作られましたよね。だから線を引いたってことはやっぱり言葉と同じ効果があって、で出発点はね言葉と一緒だと思うの。だから音楽はずっと前からあったに違いない。それは身体に着地してるから常にね。でそれから一歩離れて何らかのそのシンボルなり図像なりというもので今長谷川さんがおっしゃったようにイメージを作る。もちろんこれはデジタルじゃないよね、アナログにも置き換えられるものだったわけだから。で絵画とか彫刻という芸術はそのアナログに置き換えられる行き来できるものとして登場した。でそれは言葉の持っているね切り取り方を補完する役割を果たしたんじゃないかと思うんですよ。でもその前からある共感性っていうのは共感力っていうのはやっぱり身体の一体化を促進するような音の流れや身体の流れによって作られたんじゃないかと思うんだけどね。だからいまだに僕らは今言葉に頼りすぎて暮らしてるんだけど、その身体の流れに対する感動を失ってはいないと思うね。それはそうだと音の流れによる。だからやっぱり何の音楽もない時に身体の流れだけで表現するっていうのはなかなか難しいだろうと思う。それに挑戦されてると思うんだけどね。それは逆に言えばその身体の流れの中に僕らはある種の音楽を感じ取るかもしれないですよね。そうですね。音があればなんていうかその音にもう単純に体は引っ張られていくというか、それの時にそれを音と体が一体化してるって言えるのかどうかは分からないですが、なんかその反応としての身体っていうのはもうシンプルにもう昨日もなんか内橋和久さんという音楽家と神戸のちっちゃいライブハウスでセッションしてましたけど、もうまさにダクソフォンっていうすごい不思議な楽器があってドイツで発明された楽器なんですけど、木でできている自分で作って木でこういう板を作ってそれを叩いてあるいは弓で弾いてそれをアンプリファイした状態で外に出すんですけど、すごく温かみのある音でもあるし、だけど弓で弾くと女性だったり子供だったり男性の叫び声みたいな悲痛な音にも聞こえたり、本当に何ていうかデジタルとアナログが本当に一体化してるようななんか感覚をすごく持つ、すごく何ていうかね奥の方に直接入ってくる音なんですよね。なんかそれにだからそれを聞いてしまうともう自然に体がどんどん引っ張られていくみたいな、そういう響き方っていうのはシンプルに昨日は感じてましたけど、やっぱその山際さんがおっしゃってた想像することとか言葉、言葉があるからこそ想像があって想像を共有するっていう言葉がある、そこから全部PC だったり携帯電話みたいなものにも全部つながっていくんだと思うんですけど、でもその最初が言葉であり想像することであるっていうそこがデジタルであるっていうのは結構僕はインパクト強くて、なんかやっぱ言葉があって物語のある物語っていうものとやっぱダンスだったり音楽って体験というかなんか見て鑑賞してっていうのももちろんあるんですけど基本は体験であって、なんかそこは結構大きな隔たりというか全く違うものであるなっていう、イメージはずっと持ってもいるんですけど、同時にやっぱそのパフォーミングアーツの世界で作品を作る時に単純にその一体化を求めるための身体性でもそれはクラブにあるよね、じゃあ盆踊りにあるよね、じゃあここで僕らがどういうじゃあ社会的な問題だったりだとか個人的な問題そういうようなものを使いながらパフォーマンスに起こせるのかってなった時に、そこでやっぱコンテクストっていう言葉が出てくるというか、身体としてはわからない何か身体って踊っちゃうとどうしても抽象的になるので、だけどそこに
言葉が乗っかる、あるいは何か違うイメージによって何かを想像を喚起させる表現があるとして、そこにその身体が重なり合った時に体自体は抽象的なんだけれども、その背後にあるテキストが想像の中で立ち上がってくる。なんかそういうやっぱ作品作りは結構イメージしてるところはありますね。いや僕はね、なんで言葉の前に音楽的なコミュニケーションが発達したと思ってるのかって言ったらね、火を囲んで暮らし始めたってことはものすごく大きな影響を人間の生活に与えた。火によって違う世界を想像し始めたってことだと思うんですよ。で、なんていうかな、妖術師っていうのはよく火を使うんですよね。で火の周りにこうみんなを集めて踊ることによって憑依するんですよね。この世のものではないものに憑依する。でそれによって違う世界というものを表現し始めた。だからこそすごい力を持ったわけだけどね。でそれは僕はパラレルワールドと呼んでるんだけどね、言葉っていうのはフィクションを作る。だから言葉を生み出したことによって我々は今の世界とは違う世界を想像できるようになった。あるいは過去と現在と未来をつないでまだ起こっていない未来を過去や現在の延長として解釈することができるようになった。それまではそんなことゴリラなんか未来なんか思ってませんよ。日常的なものから離れられるように遊離できるようになったというのがね。で踊りってそもそもそうじゃないですか。普段の日常的な動きから脱してまだ人間の身体に眠っている違う動きを作りながらそれを他の動物も生まれたりあるいは動かないその木や石にだってなることができるわけでしょ。それを憑依と呼ぶわけだけど、で人間の文化が芽生えた頃に最初に出てきたのはトーテムなんですよ。でこれは言語が出てきたからできたんだけど、その前に憑依するってものがあったからこそね、トーテムっていうさ、自分の部族はライオンですとかね、ホラーナグマですとかいうことが言えるようになった。そういうことを言葉以前にやってたんじゃないかなっていう気がするね。でもそれ、言葉はなくてもじゃあ火というものに冷静を見てそれを憑依するみたいな考え方、想像が生まれていく、それを共有する力になっていくっていう、やっぱそれってやっぱその時点ではデジタルではないんですかね。言葉はデジタルだけど、基本的に意味を切り取るという意味ではね、機能ではね。でもパフォーマンスっていうのはデジタルにはなかなか移し替えられないものだ。だってほら昔ねジェスチャーっていう番組あったんですよ。覚えてる人いる？ね、なんかねお題を与えられてね、それを言葉じゃなくてジェスチャーだけで伝える。で5人ぐらい2グループに分かれてそれやるんだけど、なかなか伝えられないんですよ。意味を伝えるってのはジェスチャーでは無理だ。でも気持ちを伝えるのはすごく得意なんですよ、ジェスチャーはね。だから僕はね、人間の犯して一番大きな間違いっていうのは言葉が気持ちを伝えるもんだと錯覚しちゃったこと。それはもともと言葉はそんな機能なんて持ってないんですよ。むしろそれはね裏切るの、言葉はね。だってなんかね愛してるなんて言われたってさ、本当かよって思うじゃないですか。ね、だけど手をしっかり握ってさ、ね、その熱さが伝わってくる。これはもうね、それでも疑うかな疑うかもしれんけど、そういう手冷てえななんて思いながら、でももしかして気持ちは本物かもしれないですよね。でね、顔の中でね一番正直な部分っていうのは目なんですよ。ね、鼻じらむとかいいじゃないですか。ね、口をへの字に曲げてとかでしょ。それはね自分でコントロールできるんです。だけど目のね表情っていうのは自分でコントロールできない、なかなか。だから非常に正直な信号なんですよ。正直な信号というものがあって、それを我々は知らず知らずのうちに手がかりにして相手の気持ちを察知してるわけ。だから対面っていうのはとても重要で、しかも手をつなぐとかね、体を接するっていうのは言葉以上に気持ちを伝える機能があるんです。だから子供たちがねよくお母さんお父さんに手つないでって言うじゃないですか。あれはね
つながってるって気持ちがすごく伝わるんですよね。でそういうことが今ねだんだん忘れかけているんですよ。オンラインでね言葉だけで何とか説明したり気持ちが伝わったというふうに思ってしまう、これがね本当にこの世の中をダメにしてると思うなゴリラにならないと、ゴリラって面白いんですよ。お腹とお腹をこうつけるのね。お腹こんな出てますからこう腕もすごい長いんですよ。足短いけど。だからゴリラが抱き合うとお腹とお腹がこう接地してね、それがとても安心できるいや姿勢。それは本当にそんな気がします。あんまやったことないですね、お腹とお腹を合わせるって。ダンスで、はい、例えば集合ダンスを踊るときにね、はい、どこを接触させますか？いやもういかようにもあるんですけども、コンタクトインプロビゼーションっていう言い方がありますけど、ダンサーとダンサー同士が引っ張り合ったり体重を掛け合ったりして、そのカウンターバランスで回転だったり動きを生み出していく、そういうような場合は本当に視点がどこにある、そこに何が乗れば体がこう綺麗に動くのかとか、そういうことをもちろん知識として学んではいくんですけど、もうどこも合わせますし、そのもう一個違うベクトルで言うと、触ってないけど触っている感覚を持ってマニピュレートされるとかマニピュレートするとか、そういうようなテクニックとしてもあったりしますね。確かに合気道なんかはね、相手に触らずに相手をひっくり返す、特技ですから、そういうなんかその距離感みたいなもので動かされるものがあるんだと思う。でね、いや思い出したフォーミュラでね、はい、2回目に観察に行った時にさ、未来さんたちが地面を這いずり回ってるわけですよ。これはね爬虫類になったんだなと思ってね。でもね人間ってさっき言ったように二足で立って歩き始めてから地面から縁遠くなっちゃったわけですね。だからその爬虫類や両生類あるいはその哺乳類でも四足動物みたいに地面を這いずり回るのは得意じゃないんですよ。それをあえてやったっていうのは相当な冒険だなと思って、それはね地面を味方にしないといけないんですよ。地面って実は這いずり回った経験、みんなね実は赤ん坊の時に這いずり回ってるわけですよ。ね、その畳舐めたりしてるわけですよ。で地面を這いずり回るのはさっき言ったように嗅覚が主なんです。嗅覚と味覚が主です。だから赤ん坊って何でも口に入れるじゃないですか。あれはね個体発生は系統発生を繰り返すと同じように人間がまだ哺乳類の四つん這いだった時代のことを表現してるんですよ。だけど立ち上がるとねだんだんこう地面の感触を忘れる、地面と愛し合うことを忘れるんですよ。それをねあえてやろうとした未来さんはすごい。しかもそれを一人じゃなくてね集団でやってたっていうのがね。そうですね。でもやっぱり床に対してのイメージはかなり強くあるというか、先ほどもご紹介いただきましたけど、その舞踏というものを自分で興味を持ってやってる理由としてはいくつかあるんですけど、舞踏はもともと1950年代の後半ぐらいに土方辰巳という人、あるいは大野和夫さんという人たちが立ち上げたというか、と言われている、日本のコンテンポラリーダンスと僕は呼んでいいと思ってるんですけど、で彼らが出てきたそのなんていうか状況もいろいろあるというか、学生運動日米安保理の環境下で、その東洋と西洋というものがバチバチにぶつかり合っている時に秋田県からやってきた農村からやってきた着流し一枚でフラッとやってきた土方辰巳さんという人がドイツ表現主義に出会って、ドイツ表現主義のそういういわゆる西洋の表現をやりながらそうじゃねえって思いながら気が付いたら白塗りになってもう死にかけた老人のようになって床に這いずっていたっていうのが、三島さんだったり三島由紀夫さんだったり渋沢達彦さんの目に留まって、その一大アクションになっていくっていうような流れなので、何が舞踏なのかってなった時にいろんな角度からものが言えてしまう。でもそれも含めてあるアクションだったんだなっていう、その舞踏が僕は好きな部分でもある
と同時にやはりその身体的に言うと、その土方さんのいわゆる故郷というか、その頃もっと農村というか農業というもの、土に触れるというもの、その距離が全然違ったとは思うんですけど、やはりなんていうんですかね、農耕民族であるというか、やっぱり土というものに対してのやっぱりアプローチが非常に強いのがやっぱ舞踏の特徴でもある。重心が低いですからね。ちなみにですけど、フォーミュラのその振付師のイスラエル人のエラーはいるんですけど、イスラエル、ちょっと今正常がちょっとあれなんでちょっとあれですけど、ダンス身体的な表現としてはイスラエルもものすごい重心が低いんですよ。はい、もうこれでもかっていうぐらいもうグワーって腰を落とすのが、もう腰を落としたらなんかイスラエルっぽいねみたいなそうなんですよ。なんかやっぱり国として成立してるとも言えるししてないとも言いますけど、とはいえ80年ぐらいしか経ってない国で、かなり政情も不安定で常に戦争が起こったりしているような土地の中で身体性を考えた時にやっぱ刹那的になるというか、その生きるということに対してのやっぱ切実さがその大地に対してやっぱ向かうのかなとか、そういう想像をするんですけど、身体の所作っていうのはその産業とすごい関係があったり、それから自然環境との接し方ですごい違ったりするんですよ。日本はほら歩き方が西洋と違うじゃないですか。はい、でもともとのってやつですか、難波の。そう難波歩きって言いますよね。はいはい、で相撲取りが難波なんですね。ですり足なんです。これねゴリラそっくりなんです。ゴリラもすり足なんです。でねなぜ難波ですり足なのかっていうと歩きながら体を回転させるためなんです。それは森の歩き方。森の中って決してその道がまっすぐについてないんですよ。で藪があったりなんかそのちょっと水たまりがあったりしてね、くるくる体を回転させながら歩かなくちゃいけない。それに実はこうやって回転できるじゃないですか。でこうか、こうやると回転できないんですよ。こうやるとくるっと回転できる。そういうね、山とか、ね、山道って別にまっすぐ歩かなくていいわけじゃないです。むしろこういうふうに歩くわけでしょ。そういう地形に非常に適してるんだよね。すり足もやっぱりその危険物を踏み込まないようにとかそういうところから言ってるんですかね。でむしろそのいろんな、熱帯雨林ですからあまり石なんかないんですけど、地面の感触を確かめながら歩いてるので、しかもねトゲいっぱいあるんですよ、熱帯雨林ってね。だからそういうものを踏み抜かないようにすり足の方が便利なんですよね。ゴリラをね日本動物園行ってみるとゴリラの放飼場ってみんな草が擦り切れてますから、これは相撲の土俵と一緒です。プラスそのやっぱり舞踏の面白さというか、舞踏って何かっていう定義が日本では少なくともなくて、むしろフランスとかヨーロッパの方が舞踏というものをある程度こう体系的に見ている学者さんたちがいるんですけども、でも僕の中ですごく特徴的だなと思ってる部分はやはり言葉と体の関係性だなと思ってるところで、土方辰巳さんのそのメソッドっていうのがあってですね、それがそう典型的なやつでいうと舞踏譜って呼ばれているものがあって、でそれは稽古をしながら生み出されていくんですけど、すごく抽象的な言葉を人にどんどん投げていくんですね、ダンサーに。でこれは要はその自分で踊る時はそんなことをする必要はなかったけど、その集団の群舞を作る時に、経験のないダンサーとかもいるこの若い集団をどういうふうに動かすかってなった時に、形を教えても形として様にならない。じゃあどういう形で体を立ち上げていくのが一番いいのかってなった時に、抽象的だったりとかいろんなワードをどんどんもう耳元で投げていってでそれに対応しようとするんだけど、言葉も抽象的だしどんどん言葉が積み込められるからバグってくるんですよね。バグってきたそれが体として立ち上がってくる、まさになんか言葉によって体を立ち上げていくというような行為を土方さんはやられていたと僕は聞いていて、でそういう舞踏譜もちょっと読んだりしたんですけど、その
プリミティブなその身体性音楽性というものをもちろん持ちながら、そういう体も立ち上がっている、そして現代で生きてるからどうしたって言葉と向き合わざるを得ない瞬間があるという中で、なんかどういうふうに言葉と体をこう関係させていくのが面白いんだろうなっていうのはまあ日々日々考えてますし、その中で僕の中で、まあ、もちろん日本で生まれて日本で育ってる中で、そういう舞踏というものが立ち上がっていてすでに、そして世界中でかなり認知度が高い、日本の人の方が知らないんじゃないかっていうような状況でもある。やっぱここにちゃんと向き合うのは意味があることなんじゃないかなと思って今もやってるんですけどね。僕ね、未来さんに聞きたいのはさ、はい、飾り装飾っていうのはどう思う？僕はね、その踊りのずっと後に人間が体を飾るっていうことが始まったんじゃないかと思うんですよね。でこれは実は言葉とともに出てきたんです。現代人がヨーロッパに進出すると同時に、もう耳飾りとか、耳飾りって古い言い方だなネックレスとかね、そういうものがこういっぱい出てくるんです。それを文化のビッグバンっていうんですけど、クジャクやさ、そのいろんなその鳥だとか野生動物たちの色とりどりの衣装というものを真似てるものでもあった。だけど動物たち、鳥もそうなんだけど、一旦つけちゃった飾りは脱げないんですよ、ね、着脱不能なんです。だから人間はそれを着脱可能にした。それは非常にこう装飾としての効果を生んだし、それは多分人間のパフォーマンスって動きにも合わせて作られたんじゃないかと思うんだけど、まあ、もう儀式がありきというか、儀式的なそういう身体の一体化をありきとして考えているものってことですかね。だから羽だとかね、うん、鳥の大きな羽をこう飾りにしたりね、はい、フォーミュラで最後にさ、そのはい、こんな衣装を着た人がこうただただリズムをとって上下に踊るってなったじゃないですか、はいはい、あれがね、こう地面を這っている未来さんたちの動きと対照的で、なんかすごく印象に残りましたね。広川珠恵さんという、まあ、方の衣装で、まあ、かなりきらびやかなというかね、なんか植物にも見えるし、まあ、生き物爬虫類にも見える、まあ、そういうようなすごく素敵な衣装を作ってくれたんですが、まあ、それがこう最終的に全部脱がれていって、それが僕の体に全部まとわりついていく。でそれによって僕のまあ体なのか、まあ、思考みたいなものがどんどん変容していって、まあ最終的に獅子舞みたいなものを踊っていたっていうようなことなんですけど、まあ、まさにその装飾をどんどんまとって、その身体でまあ体をどんどん跳ねさせたっていう状況ですよね。あれね、あれ見て思ったんだけどさ、今日長谷川さんがほら今後のリンガの音楽を用意してくれたって言ってたんだけど、僕の大好きなフランコっていうね、ギタリストがいるんです。もう亡くなっちゃったんだけどさ、彼の音楽っていうのはすごくね、途中でずっと同じリズムで弾くんですよ。そうするとね、こっちの心がイライラしてくるんですよね。そういう規則的なリズムに乗っている自分がたまらなく思えてくるんですよ。だからそこで体を解放したいって思いに至った時にさーっと音楽が変わるんですよね。それがね、心にくくてね、いや踊りなんです。リンガの音楽っていうのは必ず踊らないといけない。で老若男女が踊るんだけど、それはね別にこう動きはどんな動きしてもいいんです。だけど非常に礼儀正しく規則正しく踊るんですよ。で男女がこうね社交ダンスみたいに組んで腰振って踊るのもあるんだけど、でそれがねリズムに合わせて踊ってるからさ、その動きがずっと均一になってしまうとムッて思うんですよね。どうするんだみたいなね。でそういう人間の体の動きをうまく計算して作ってやる音楽だなと思ってね、僕は大好きなんですけどね、それそういうその踊りというもののその時間の流れっていうのは、なんか見てるものもやってるものも非常に重要なような気がするんだよね。音が
あると余計に時間性は結構出てくるかもしれないですね。体だけだと時間性ってどこまでこう表現できるかなっていう、特にそういう一体感として。そうそうだからそう、音楽だとね、うんクライマックスってあるじゃないですか、はい、でそういうこうダーッと駆け上るみたいなものがあったり、ガーッと沈み込むようなものがあったり、なんかこうさっき言ったようにイライラさせるような同一の刻みがあったりして、でもそのパフォーマンスっていうのはやっぱりこうね、そういうものを作りにくい、ゴールっていうのがあんまり作りにくいんじゃないかなと思うんだけど。そうですね、だからいわゆるこうそういうなんていうんですかね、作品の波みたいなものを考えて最後にカタルシスを持ってくるように作るみたいな物語でありパフォーマンスもありますけど、もうちょっとコンテンポラリーというか現代的なものだともうミニマルをずっとやり続けるみたいな、そういう表現もやっぱり出てきますし、そういうのでこうコンセプチュアルになっていったりもしている、それが全部コンテンポラリーっていうからなかなかどれが何なんだみたいなのはやっぱりよく言われちゃうんですよね。でやっぱりその山際さんが感じたようなその音楽が持つ時間性だったりだとか緊張と緩和みたいなもののその構築みたいなものを身体とともにこう作っていくみたいなのはありますね、ダンスパフォーマンスでも。日本語って世界中で一番オノマトペが多いんですって。で最近ね「言語の本質」っていう本を書いた今井さんたちがいてね、でそこにオノマトペの話が出てくるんですけど、オノマトペって実は言語の全言語的な性質を持ってるんじゃないかと言われていて、普通言語っていうのは例えばリンゴって言葉と実際のリンゴに何の関係もないわけですよね。それが恣意性って言われてるわけだけど、だって英語でアップルって言うわけじゃないですか。アップルとリンゴって何の音の類似性もないわけでしょ。でもオノマトペはその実際の音や出来事や状況あるいは気持ちとこうすごい深い関係があるわけですよ。ドキドキっていうじゃないですか。あれ心臓がドキドキっていうとかね、あれヌルヌルとかさ、サワサワとかね、ものすごく日本語多いらしいんですよね。でそれはひょっとしたら縄文時代から伝わってきた、だってオノマトペって大体ひらがなで表すから、こう大和言葉として伝わってきたものかもしれないよね。でそれは実はパフォーマンスになりやすいんですよ。っていうのはこれ意味じゃないからね、状態を表すものなんで音楽的な言葉なのかもしれませんね。興味深い。それで私がちょっと最後にごめんね、質問それぞれしていいですか。このダンスがテーマなので21世紀美術館で秋にやる展覧会が全てのものとダンスを踊ってっていう無茶ぶりのテーマなんですね。だから全てのものとダンスを踊るっていう、全てのものと踊る、どんなものでもいいんです。別に三脚と一緒に踊ってもいいんですけど、山際さんはゴリラと踊るっていうのはできるかもしれない。どうやって踊る？できるけどさ、踊るのは難しいよな。遊びと踊りの重たいしな。ピルエットはできる。ピルエットあれ一人遊びなんだよね。一人遊びね。なるほど。はい。じゃあ一緒にピルエットをやるみたいなところでちょっと一緒にできちゃったりする？いや呼ばないんですけど、ちょっとそれはちょっとご相談してるんでいろいろ地球犬と無茶ぶりなんですけど、でこういうこともやっていく。だからやっぱり未来さんはフランスの女性のアーティストとコラボレーションでそのアンドロイドのオルタといろいろこう身振りを教えるってお互いに教え合うっていうことをちょっとビデオ映像にされて、ちょっとそのオルタ君っていうそのアンドロイドとちょっと一緒に踊るじゃないですけどいろいろ身振りをお互いにこう教え合うみたいな感じがあったと思うんですけど、そこら辺ちょっとアンドロイドと踊るっていうのはアンドロイドと踊るちょっと無理？いや踊るというか、そのために一応吉田君に来てもらってるんですけど、こうやったらできますみたいな、今どんどん進化させてるんで日々。オルタが今どこまで行ってるのかちょっと全然僕認識できてないですけど、僕がオルタとセッションしたのはもう56年ぐらい前になるのかな。やっぱオルタというのはアンドロイドなんですけど、人工の皮膚みたいなものが顔と手と胸あたりまで上半身しかないアンドロイドなんですけど、他は後ろは機械とか下も機械がむき出しの状態、この辺もむき出しの状態だから明らかにロボットであるっていうことをもう伝えているんですよね。だけど顔とかは若干人工皮膚感みたいな、すごくこう狭間というか狭間ではないですね。どちらかというともう明らかにロボットなんですけど、それがこの
皮膚の持つあたり、要は腕と顔が絶妙にこう変化をしていくんですよね。口をちょっと開けたり目を開けたりちょっと見たりとかで、これもいわゆるピースをするとか握手をしましょうとか何か思っていますみたいなこう分かりやすいジェスチャーをするんじゃなくて、分かりやすいジェスチャーの間の何かをずっとやってる感じなんですよね。そうなんです。それが面白いの。そう、顔もそうなんですよ。だからこれはその人間がどういうふうにこのオルタという存在を知覚するのかっていうことに特化してる多分存在だと僕は想像してるんですけど、だからすごく抽象的だし、でも明らかにロボットだけどもどこかの瞬間になんか言おうとしたかなって思う瞬間がこちらにやってきてしまうというか、なんかその感覚で僕は一緒にセッションしてたっていうか、なんかそのコミュニケーションとして僕が認知してしまったものに対して何が返せるかなっていうようなセッションをずっとしていたっていうことです。だからあんなのは永遠にやれちゃうんですけどね。そうなんです、はい、ぜひそういう映像もねまたお見せできる機会があるといいと思うんですけど、本当にもう巻きまくられているのですいません。今日はお二人のセッションクロストークこれで終了としたいと思います。本当に